いつもナンガレージを楽しみに見ていただいている世界中のメルセデス・ベンツ 190E のファンやオーナーの皆様、こんにちは。このチャンネルをすべて見ている人はすでにご存知のことですが、実は私の 190E はクーラーが1年前からガス漏れが激しくなり、ほとんど使い物にならない状態です。去年1年はクーラーなしで乗り切りましたが、今年は私もさらに年を重ねたためか、梅雨明けしてからの暑さが、去年よりも厳しいような気がして、無理な感じがしてきました。そこで、1ヶ月でもいいからガスが持つなら使いたいと、環境のことは無視してクーラーガスを補充してみました。1年ぶりでしたが、クーラーシステムは生きていて、キンキンに冷えるようになりました。クーラーガスを補充して翌朝クーラーはしっかりと効いていて、1年ぶりに非常に幸せなドライブを楽しむことができました。昨年、この車のクーラーを修理しようか随分と迷いましたが、30年も前の車なので、いろいろあって、もう諦めることにしていました。この 190E は16万キロですが、エンジンもオートマもオーバーホール歴がなく、いつ壊れてもおかしくありません。クーラーシステムだけ新品にしても、大掛かりな故障が起きて修理してくれる工場が見つからなくて、廃車にすることになる可能性があるのです。そしてクーラーガスを補充した翌日の帰宅時、クーラーは全く効かなくなっていました。去年は1ヶ月は持っていたので、ガス漏れは放置していた1年間で、かなり悪化していました。私は次の手段を考えつきました。だいぶ昔、クーラーがついていない車には扇風機を設置していた時代がありました。それを思いつき、扇風機を 190E につけてみることにしました。クーラーなんて昔にはなかったのですから、扇風機だけでも人類は車に乗ることができるはずです。3, 2, 1これが古き良き時代には愛用されていた車載用扇風機です。驚いたことに2024年にもかかわらず、ホームセンターにはカー用品コーナーに車載用扇風機コーナーが設けられていて、5種類の扇風機が試運転できるようになっていました。この扇風機は、その中でも最強の風力を体感できる製品でした。最強パワーなのに、価格は税込みで2700円くらいで、展示品の中ではダントツ最安値という素晴らしい製品でした。車載扇風機はシガーソケットから電源を取る構造です。190E のシガーソケットは、シフトレバーの前側にある灰皿を開けっぱなしにして使うデザインのために、非常に邪魔くさくなってしまいます。私は配線が邪魔くさくならないように、助手席側のカバーの裏にきれいに回していきました。シガーソケットの裏側に接続する配線を作って、センターコンソールの内張りの裏側を通して、助手席の足元上側まで配線を引きました。配線ルートを指で示しています。オリジナルの配線には全く傷をつけないようにするために、シガーソケット裏の金属端子にハンダ付けして配線を確保しました。この灰皿部分を開けっぱなしにしてシガーソケットを差しっぱなしにするのは、私には耐え難いことです。また、ブラブラとそのあたりをコードがむき出しで走り回っているのも耐え難いです。それくらいなら扇風機はいらないほど嫌です。外からはサイドバイザーに隠れて、歩行者目線からはほとんど見えません。この扇風機の有能なポイントは、2箇所に関節があり、
角度の融通が結構効くところです。手すりに垂直にクリップで挟んだ部品と直角に曲げられる関節と、さらに別の角度に曲げられる関節があるのが素晴らしい。これがオンオフのスイッチです。配線は内張りの裏側を通しているので、オリジナルを保っている感じで満足です。カーペットを取り付けた状態です。190E の内装は結構高級感があって私は大好きです。フロアマットを取り付けた状態です。そのまんまシガーソケットに挿して使うよりもこの方がずっと良いと思います。このスイッチが邪魔くさいのですが、この扇風機には半年間の製品保証がついているので、保証があるうちは改造しないで使うことにしました。助手席に座る人には非常に扇風機が近くにあって気にはなりますが、普通に乗車可能です。運転している時には扇風機が全く視界に入らないのも良かったです。家で使う扇風機よりもだいぶ小さな羽のサイズですが、結構なパワーがあり、助手席の手すりにつけましたが、弱でも十分な風が来ます。助手席に乗り込む時の頭の入る空間はこれくらいは確保できています。乗り込む際には頭を下げてかがんで入る感じになります。しかし、今時、クーラーがない車に人を乗せることはないと思います。このスイッチは保証が切れたらカットして運転席付近に移設予定です。扇風機が視界の邪魔にならないことも重要なことです。広角バックミラー、サイドミラー、助手席側視界、いずれにも扇風機は邪魔にならない位置に設置できています。日陰気温は32度、多分日向は35度近い気がしますが、これまで汗だくだったのが暑いは暑いですが汗は出なくて済むようになりました。